こんにちは。今回はセリアさんで売っていたインナーポーチっていう内布、こちらの方ですね。これを使って、同じくセリアさんの、ミルフィムソックヤーンですね。それと単色のソロフィムを使ってこんな形で作りました。この編み方は以前に海外の方の編み方を参考にして動画を投稿しています。またそちらの方も参考にしてください。名前の方がわからなかったので勝手にピーコック編みと名付けてしまいました。クジャクの羽のようでとても綺麗な編み地だと思います。こちらの編み方で、ポーチをね編んでいこうと思います。基本はグラニースクエアのねグラニー編みなので、そんなに難しい編み方ではありません。長編み3目の間にこのちょろちょろと、ソックヤーンの糸が出てとても、綺麗な編み地になっているかなと思います。こちらの編み方を紹介していきます。材料です。今回はこちらこの2色を使おうと思います。セリエさんで購入しましたミルフィムソックヤーンの番号の方が20番ですね。こちらの方と、これはミルフィムじゃなくってソロフィムという名前になってますね。こちらの、1番白ですね。こちらの2色を使っていこうと思います。そして、これですね。これはいつ頃発売されたのかわからないんですけれど、私は最近、見つけたんですけれど、セリアさんで購入しました、インナーポーチの M、こちらの方を使って、ポーチをね編んでいこうと思います。こういう風に内布が作られている形ですね。ファスナーがついてて、こちら側が裏になりますので、このままこうポーチを作ってスポッとはめるっていう形なんですけれど、今回はこのポーチに合わせて、編んでいこうかなと思います。かぎ針の方は、こちらですね。作り目をするときは5号で編みます。そして本体を編むときは4号にしようと思います。推奨されているかぎ針の方も4号から5号っていう風になっていますので、作り目の時はワンサイズ大きいゴースの方が、次の段で入れやすいと思います。そしたら実際に編んでいきます。土台の方はこちら白でね編んでいきます。ちょっと試し編みとかしてねほどいたのでチリチリになってますけれど、これで編んでいきます。最初は糸端の方をですね、約50センチぐらい取っておきます。こちらが糸端、そしてこちらが糸玉につながっている方になります。ここから編んでいきます。最初の作り目は5号で編んでいきますね。糸の後ろからかぎ針を当てて1回転させて引き出してきて結び目を作ります。ここからスレッドコードを編んでいきます。スレッドコードにすることによって、編み地の方がとてもねしっかりすることになります。鎖編みだとこれが普通の鎖編みですね。鎖編みの、目はこういう形で3本の、状態になっていますので、こちらとこちらを編んでいくときに上1本をすくったり1本と裏山をすくったり裏山をすくったりっていう方法があるんですけれど、どちらにしても2本と1本というふうになってしまいます。それを防ぐために、スレッドコードにすることでどちらも2本、目がかかるようになりますので、とてもね綺麗に仕上がると思います。そしたらスレッドコードを編んでいきます。このように今結び目がありますので、糸端の方をかぎ針に手前から向こうにかけます。そして糸をかけて引き抜きます。これが1目になります。糸を手前から向こうにかけて糸をかけて引き出す。こんな感じですね。これが1目目ですね。そして2目目っていう風になっています。印をつけます。印はここにこうつけるんでなくって、編み地を倒したらこちら側の方にもハの字になった、鎖目がありますね。ここに印をつけておきます。こちら側の V の字じゃなくってこちらのハの字ですね。こうハになった方の鎖目に印をつけます。こうですね。こういう形で印をつけておきます。そしたらレッドコードを37目編んでいきます。これで1、2ですね。3、4、
4、5というふうに、編んでいきます。数えるのはこちらの目を、数える方が数えやすいかなと思います。印はこちらの目につけておきます。そしたら37目編んでいきます。こんな感じでスレッドコードを37目編んできました。ここからかぎ針の方を1号、小さいものに変えます。4号で編んでいきます。かぎ針を戻して、ここからはグラニー編みを編んでいきます。立ち上がりは鎖3、鎖3を編んだら、今入ってるここですね、この目、ここに針を入れます。ここに針を入れて、向こう側にある目ですね、2本をすくうようにして針を入れます。糸を取ってきて長編みを編みます。もう一度同じ目に針を入れて長編みを編みます。こちらの糸端の方は、編みくるんでもらってもいいんですけれど、ちょっと目の方がね分かりにくくなりますので、私はこのままにして後で始末をします。そしたら立ち上がりの3目目が123、ここですね。ここに印をつけておきます。そしたら鎖を1編みます。そして糸をかけて下の目ですけれど、今ここに目が入ってますね。そして123飛ばした4目目、ここですね、ここに針を入れます。この鎖から向こう側の目にこのように針を入れます。そして糸を取ってきて長編みを3目編みます。1、同じところに入れます。2、3ですね。そして鎖を1編んで糸をかけて、また次の目から123、4目目、ここの目ですね。向こう側の目もすくってこのように入れます。そしてそして長編みを3目、2、3ですね。こんな感じで一つの目に長編みを3目入れながら、この印のところまで編んでいきます。ここまで編んできました。印のところに行きますね。今鎖を1編みました。糸をかけて123、4目目がちょうどこの印の目になります。印をこのように入れていますので、この通りにかぎ針を戻します。端は持つところがないのでちょっと入れにくいですけれど、こうですね。このように針を入れて糸を取ってきて長編みを3目編みます。同じところですね。2、3ですね。端まで来ました。この時点でこの長編み3目のこの塊ですね、これが12345678910個、このように編めています。この長さがこのインナーポーチですね、これの底の部分に、ちょうどぐらいになるようにするんですけれど、今の時点では短いかなと思いますね。ちょっと伸ばし気味にして、少し短いかな、あと一模様ぐらい欲しいなっていう形でいいかなと思います。ちょうどにしてしまうとどうしても伸びてきますので、大きくねなりがちになります。そしたら反対側を編んできます。鎖1を編んだら糸をかけて同じ目に入れます。ここですね。ここにこのように入れるとかぎ針の方にまたこの2目かかることになりますので、穴も大きくならなくて、そして編み地の方もしっかりすると思います。2、3ですね。3目長編みを編みます。そして鎖を1編んで糸をかけて、こちら側で編んだ同じ目ですね、ここに針を入れます。反対側の鎖目をこのように拾うことになります。1、2、3ですね。こんな形にして端まで編んでいきます。こんな感じで反対側も編んできました。最後になりますね。鎖を1編んで、そしてここですね、ここに長編みを3目編みます。1、2、
3ですね。はい、そしたら鎖を1編んで、そしてこの立ち上がりの鎖の3目めですね、ここに引き抜き編みをします。ここですね。はい、引き抜き編みをして目を締めておきます。この糸は少し休ませておきますので、糸をぐっと持ち上げてこの、はい、かぎ針を外します。こんな感じにしておきます。次は、ピーコックの羽の模様の部分をこちらの糸ですね、これで編んでいきます。はい、結び目を作ります。1回転させて結び目を作ります。この状態からスタートします。はい、入れるのは、はい、立ち上がりがここに鎖3ありますね。そして長編みが2ありますので、ここですね。はい、長編みと長編みの間、はい、次入れるのはここ、はい、この目に入れるんではなくって、このスペースのところに側にこのように入れます。はい、そしたら糸を取っていきます。後ろにこの糸がありますので気をつけます。はい、糸を引き出してきて細編みを編みます。はい、この目が最初の、はい、目になりますので、最後引き抜き編みをする目になります。でこちらの目はこのように休ませておくんですけれど、もし、引っ張って抜けてしまうのが心配なようでしたら、こういう形で印をね引っ掛けておいてもいいと思います。はい、そしたら鎖を3編みます。鎖を3編んだら次入れるのはこの長編みと長編みの間のスペースのところに側に入れて細編みを編みます。はい、そして鎖を1編んだら次のブロックのところに行きますので、この長編みと長編みの間ですね、ここに針を入れて細編みを編みます。そして鎖を3編んで次のスペースのところですね、ここに細編みを編みます。はい、で次は鎖を1編みますね。この下のところも鎖を1編んでいますので、はい、ここも鎖を1編んでからここへ入れて細編みを編みます。そして鎖を3、はい、ここのスペースに細編みです。鎖を1編んでからここへ針を入れて細編みを編んで鎖を3、そして次のスペースのところに細編み、そして鎖を1、はい、こういう形でこのスペースのところにそれぞれ細編み、そして細編みと細編みの間には鎖が3っていう形で、はい、編んでいきます。そしたらこの端までね一旦編んでいきます。はい、こんな感じで端まで編んできました。端の目も同じようにしていきます。ここに長編みが3あって、ここに鎖が1あって、反対側の長編みが3ありますね。そこへ入れていきます。今細編みを編んで鎖を1編んでいますね。ここへ入れて細編み、そして鎖を3、はい、ここのスペースのところに細編み、はい、ここは鎖が1ありますので同じようにして鎖を1編んだら次の長編みと長編みの間ですね、ここに細編みを編んで鎖を3編んで、はい、次のスペースに細編み、そして鎖を1っていう形で、はい、カーブのところを編みました。はい、そしたら同じことをしながら最後まで編んでいきます。はい、こんな感じでずっと編んできて最後のところになりますね。今細編みを編んで鎖を1編んだところになります。はい、次に入れるのがここですね。ここに細編みを編んで鎖を3編んで次の長編みのスペースのところに細編みを編みますね。はい、そしたらこことつなぐんですけれど、鎖を1編んでからつなぎます。そしてその時にこの、はい、土台の部分の糸ですね、はい、今回はこの白の部分は手前の方へやります。はい、次編めるように手前にやっておきます。そしてこの印の目に引き抜き編みをします。印を外して糸は手前にやって、はい、ここですね、ここに針を入れて引き抜き編みをします。はい、このようにしておきます。次はこの白を編みます。こちらの目は休ませておきますのでぐっと持ち上げて、はい、かぎ針を外します。そしたらこの印をつけ直しておきます。こっちの方に入れておきますね。はい、今度はこちらを編んでいきます。かぎ針を戻すときは
この糸とかぎ針の手前の糸ですね、これがつながっている状態にしてかぎ針を戻します。はい、そしたらグラニ編みをしていきますので、鎖編み3目で立ち上がりを入れます。そして入れる目ですけれど、ここですね、この下の目、この目に入れていきます。はい、少し戻る感じになるんですけれど、ここへ入れていきます。残りの長編み2を編みます。ここに針を入れます。その時にこの糸端ですね、次編む糸端はこちら側の方へやっておきます。右側ですね、編みくるまないように気をつけます。はい、糸を取ってきて長編みを、はい、残り2目編みますね。はい、こんな感じにします。はい、裏側はこのようになっています。こちら側へやっておきますね。こっちにやっておくとどうしても編みくるんでしまう可能性がありますので、編みくるまないように気をつけます。はい、そしたら鎖の3目めがここになりますので、印をつけておきます。はい、グラニー編みを編み進めていきます。鎖を1編んだら糸をかけて、次入れる目は1段目の鎖があるところ、2段目の鎖があるところがありますね。これを両方いっぺんにこう編みくるむようにすくいます。はい、そして長編みを編みます。はい、グラニー編みなので、長編み3目を同じところに編んでいきます。はい、こういう感じですね。そしたら鎖を1編んでここへ行きますね。はい、長編みを3編みます。2、3、はい、こんな感じにして編んでいきます。はい、鎖を1編んでからここへ行きます。はい、両方の目をすくうようにして長編みを3編みます。2、3ですね。はい、こんな感じにして、はい、全部同じようにするんですけれど、この端のところね、一応ここのところでもう一度説明しますので、このまま、はい、長編み3を編んでいってください。はい、こんな感じで長編み3をずっと編んでいます。カーブのところを編みます。ここは鎖を1編んで糸をかけて、はい、ここのところですね、ここね、ここちょっと分かりにくいですけれど、長編み3があって鎖があって次の長編み3がありますので、はい、ここに入れますね。はい、長編みを3目編んでいきます。1、2、3ですね。そして鎖を1編んだら反対側を編んでいきます。はい、次入れるのはここになりますね。はい、増し目をしませんので、両サイドっていうんですかね、全体が立ち上がっていきますので、はい、ポーチの形になっていきますね。はい、長編み3を編んだら鎖を1編んで長編みを3編むという形になります。1、2、3ですね。はい、角はこんな感じになって、はい、このようになっていきますね。はい、そしたらこの最後のところをもう一度しますので、はい、ここまでね編んでいきます。はい、こんな感じで、はい、ここまで編んできました。はい、今長編みを3編んだところになります。鎖を1編んで最初のこの印のところに引き抜き編みをします。はい、印を外して鎖の3目めですね。はい、ここに針を入れて引き抜き編みをします。その時こちらの方はそのままで、はい、後ろにある状態で引き抜きます。次これを編みますので、こちらの目は休ませておきます。持ち上げて、はい、印を戻して休ませておきます。次はこちらの糸を編みます。はい、入れる目ですけれど、ここに立ち上がりがあって長編みが2ありますね。ここの部分ですね。はい、この中に針を入れて、そしてこの印の輪っかになった方ですね、ここに針を入れて、はい、くぐらせます。このようにします。そして糸を締めて目を、はい、調節しますね。はい、目をなじませます。そしたら鎖を1編みます。はい、これが細編みの代わりになりますので、最後はこの目に引き抜きます。はい、印をつけておきますね。はい、そしたら鎖を1、2、3編んで
次入れるのはこの長編みと長編みの間のスペースのところですね。ここに針を入れて細編みを編みます。そして鎖を1編んだらここを飛ばして、ここの次の長編み3のスペースですね、ここに針を入れて細編み、そして鎖を3、はい、そして次のスペースに細編み、鎖を1、そしてここに細編みっていう形で同じ編み方をしていきます。はい、そうするとこの間から、グラデーションの糸が覗いてクジャクの羽のようになっていきます。はい、そしたらずっと同じことを繰り返して最後まで編んでいきます。はい、こんな感じでずっと編んできて最後のところですね。はい、今ここの間のところに細編みを編んでいます。鎖を1編んでからここの印のところと、はい、つなぎますので引き抜き編みをします。その時にこの白の糸ですね、これを、はい、休ませておいた目、そして編む糸両方ともをこの手前の方へやっておきます。こうですね。そしてこの目に引き抜き編みをします。ここへ針を入れて糸を取ってきて引き抜きですね。はい、こんな感じにして、次はこの白の糸を編みますので持ち上げて目を休ませておくっていう、はい、繰り返しになります。はい、次はこっちを編みますのでかぎ針を戻します。はい、これを引っ張った時に動く方の糸が手前になるようにして針を戻します。はい、そして鎖を3編んで立ち上がりを入れたら糸をかけてここの目ですね、はい、すぐ下にあるこのスペースのところに針を入れて長編みを3編んでっていう、はい、グラニーを編むんですけれど、その時にここの糸ですね、それをこちら側へやっておいて糸端を編みくるまないように気をつけます。はい、このつなぎの部分だけをね気をつけたら、あとは、はい、特に考えなくてもグラニー編みなので編んでいけるかなと思います。はい、こんな感じで今なってて、両端からずっと立ち上がっていますね。はい、で大きさの方ちょっと見てみます。まあまあこのぐらいかなと思いますね。17センチなのでちょっと短いかなとこの作り目の時には思うんですけれど、こういうふうにこう立ち上がっていくとここら辺がどうしても底の面にこうなってきますので、こうした時にこの袋の大きさと揃っていればいいかなと思います。ここから測るとこんな感じでねちょっと大きくなっていますよね。はい、そしたらこのぐらいで、編んでいくんですけれど、高さの方はこのポーチの、高さですね、これが、このファスナーのところまでで 13.5 ありますので、はい、ここいっぱいいっぱいまで編まずに、5ミリぐらい手前のところまで、この辺りが編み終わりになればいいかなと思いますので、はい、13センチぐらいになるまで高さを出していこうと思います。はい、そしたら13センチになるまで編んでいってください。はい、そしたらこんな感じで編んできました。はい、こういう風になっています。はい、このね間から、グラデーションの糸が出ているので、クジャクのね羽のようになっているかなと思います。はい、大きさの確認をしますね。はい、編み始めた時がこの辺り、この作り目の時点では 15.5 ぐらいあったんですけれど、今横幅の方ですけれど 18.5 ぐらいになってますね。はい、だんだんこう膨れる感じに、ね、なりますので、最初の編み始めはちょっと小さいかなっていうぐらいの方がいいのかなと思います。そして高さの方ですね。はい、今13センチになっています。約13センチですね。もし、これの大きさより、ちょっと足りないなっていうことがあったら、はい、一段細編みで、回ってもいいかなと思いますね。はい、次もう一段編むと大きすぎる。で今の時点では小さいかなっていう場合でしたら、はい、細編みを編むなどして調節されたらいいかなと思います。はい、そしたらこれで、はい、糸始末をしていきたいと思います。この裏の方ですね、グラデーションの方の糸は、はい、もうカットをして、
はい、輪っかの中にくぐらせて引っ張って、あと裏でね糸始末をします。そして表側になっている方は、チェーンつなぎをしていきたいと思います。はい、今長編みを3目編んで鎖を編まない状態にしています。チェーンつなぎをすると1目増えますので、その増えた目がチェーンの代わりっていう風にしようかなと思います。はい、始末分だけ糸を残してカットをして、はい、これ抜きますね。そしてとじ針に通します。はい、ここから始めていきますね。立ち上がりの鎖3目がここにありますので3目目ですね。はい、このようにすくいます。はい、鎖の目にこう入るようにすくいますね。前から後ろに入れます。そしてずっと締めてきて、はい、今入ってる同じところですね。今入ってるというか出てるところですね。ここに、はい、前から後ろに戻します。そして目を締めていくと、はい、ここに新たな目がこれできましたので、これを、はい、今までここに鎖を編んでいましたので鎖の目という風にしたいと思います。はい、そしたら裏の方へ回して糸始末をします。こちらへ戻して、はい、こんな感じにしますね。はい、そしたらあとは適当に、はい、編み地の中にくぐらせて糸始末をします。でこちらの方も、はい、糸始末をしておきます。そしたら、この編み地の中にインナーポーチをこう入れて口の部分を、かがっていくんですけれど、縫ってねかがろうと思ったんですけれど、ちょっと試してみたらこういうふうにここをね押さえていくとこちら側のこの辺りからずっと芽が出てきますので、はい、今回はグルーガンで留めていこうかなと思います。はい、この角の部分だけちょっと押さえたいので、こちらに裏側ね、裏にひっくり返して、糸始末が残ってましたね。糸始末ができてない部分は、はい、この時点で糸始末をしますね。ちょっともうこれ。そしてこの角の部分とこの角の部分ね、ここをこう、はい、ちょっと押さえておこうと思います。はい、これ普通のね、はい、縫い糸と、はい、縫い針ね、これでこの角の部分がここですね、この辺り適当なところに針を入れて、この裏地ですね、これに出てこないようにね、はい、留めておきます。はい、今糸をこう絡めました。はい、そしたら何回かくぐらせて、こんな感じで留めておきますね。この縫い代の部分ね、こちらの方に、はい、留めました。反対側も同じようにしておきます。はい、こんな感じにしてここの部分をね留めました。そしたらひっくり返します。こうですね。こういうふうにするとこれがね動かないので、はい、作業がしやすいかなと思います。印をつけるのをちょっと忘れましたので、真ん中の印をつけます。このファスナーとファスナーをこう合わせて、ちょっとこれ金具がありますけれど、ここの半分のところですね、こっち側、はい、ここに印をつけておきます。はい、そして編み地の方の真ん中を決めます。ま、っすぐに畳んで編み地を整えたら、この、はい、長編み3の目をこうたどっていったら、ここが真ん中ですね。ここねずっと、立ち上がりの目はこうずれていっていますので、ちょうど真ん中あたりになった感じですね。はい、でこことここ、今の印をつけたところね、これが真ん中になりますので、ここでちょっと留めておきます。こういうグリップなどで留めておきますね。で端は
この縫い代、これを割らずに倒して、片方に倒して、この端からずっとたどっていったところですね、ここの部分と、はい、こういう風にしてまた留めておきますね。で反対側も同じようにします。ここまでつけていったんですけれど、録画されていなかったので説明の方だけしておきます。はい、今ちょっとこれくっついてますけれど、ファスナーの真ん中をこのようにして印をつけますね。そして編み地の真ん中をずっとたどっていったらここになりますので、真ん中と真ん中をまず留めて、そしてここでグルーガンで少し押さえますね。そしてこちらの方、端の方とこれね、両端も同じようにして少し押さえる形にします。で編み地の方が少し大きくなっていますので、くっつける時はややこう寄せ気味にしてつけていったらいいと思います。はい、この辺りまでつけた状態でちょっとビデオが止まっていましたので、はい、ここから再開します。はい、真ん中の方は今仮にねもう押さえています。はい、で、つける位置はこのミシン目の少し上あたりでいいと思います。この辺りね、この辺にグルーをつけて、下はこうついててもいいんだけど、上の方はねあんまり出ない方がいいと思います。そして編み目をちょっと寄せながらつけていきます。はい、ここまで来たら、はい、普通につけていきますね。こんな感じですね。はい、そしたら真ん中からこちら側も、はい、グルーをつけて、おっと少しずつしないとね、はい、はみ出たりしますので、はい、編み目の方を寄せ気味にして、はい、ファスナーの方になじませていきます。はい、ここですね。で、ファスナーの部分がちょっと中に内側に寄っていますので、全体もちょっとこういう形になってしまいますね。はい、反対側に行きます。こんな感じで留めてきました。これでどうでしょうね。はい。でファスナーがこういう感じになります。はい。で形の方ちょっとこうキュッとなっているのが少し気になるんですけれど、まあこんな感じかなと思います。はい、内布をねつける手間がインナーポーチを利用することで、はい、省けて簡単に内布がつくという形になりますね。はい、ちょっと縫い留めるとねこっちに糸が出るので、ちょっとそれがねどうしたらいいかなと思うんですけれど、今回は、グルーガンで留めたのでこちらに糸は出ないんですけれど、ここね本当はこう縫ってね留めたかったんですけれど、はい、グルーガンで留めてみました。この糸とても可愛いですね。紫のグラデーションになってたのがとても、はい、可愛い糸だなと思います。で赤いところがねパッとこの辺りとかこの辺に出ているのもまたポイントになるのかなと思います。立ち上がりのところはずっと斜めになっているんですけれど、そんなに気にならないかなと思います。糸の使用量を言っておきます。はい、残りがこんな感じになってます。全体が 35g ありましたので、残量の方を、はい、引いたところ白が約 28g 使っています。そしてこちらミルフィムソックヤーンの方を 14g 使いました。こちらはねこの穴の部分だけなのでだいぶ残っていますね。あと一つは十分に作れる、はい、残量残っています。よかったら参考にして、はい、編んでみてください。はい、ありがとうございました。